トークトークイルボの日本語。力太郎、日本昔話。昔々、小さな村におじいさんとおばあさんが住んでいました。二人はとても貧乏だったので、毎日朝早くから夜遅くまで働き続けていました。ある日、おじいさんがおばあさんに言いました。ばあさま、毎日働きすぎて体が真っ黒けじゃ。たまには風呂にでも入ろうかのう。じいさま、それはいいですね。久しぶりにたまった赤を落としましょう。おじいさんとおばあさんは早速風呂を沸かして二人で体をこすっていると、みるみるうちに大きな赤の山ができました。ばあさま、わしらこの年ではもう子供は授からんじゃろうから、この赤で人形を作ってみるのはどうかな。二人は一生懸命赤をこねて人形を作りました。その晩のことでした。突然その人形がおぎゃーおぎゃーと大きな声で泣き出したのです。子供がいなかったおじいさんとおばあさんは抱き合って喜びました。早速おばあさんがお粥を作って食べさせると、何杯もおかわりをしました。そして不思議なことに、一杯食べると一杯分だけ、二杯食べると二杯分だけ体がぐんぐん大きくなっていきました。赤でできた人形は立派な男の子に成長し、大きな木の根っこを引き抜いてぶん投げてしまうほどの力持ちです。それで力太郎と呼ばれるようになりました。この村でオラより強い者はいなくなった。旅に出たい。力太郎はおじいさんとおばあさんに大きな金棒が欲しいとお願いしました。力太郎は大きな金棒をもらうと、力試しの旅に出かけていきました。力太郎が歩いていると、お堂を担いだ御堂太郎に会いました。オラは日本一の力持ち、御堂太郎だ。力太郎も言いました。オラこそ日本一だ。それなら二人で力比べだ。御堂太郎は力太郎に向かって突進しました。力太郎は御堂太郎を大きな金棒で打ち返しました。御堂太郎は雲の上まで飛んでいきました。そしてくるくる回りながら落ちてきて岩の中に埋まってしまいました。オラの負けじゃ。どうかお前の家来にしてくれ。御堂太郎は頼みました。二人が旅を続けると、今度は大きな石を持ち上げている石っ子太郎に出会いました。オラは日本一の力持ち、石っ子太郎だ。二人も負けずに言いました。いや、オラたちこそ日本一だ。最初に御堂太郎と石っ子太郎が力比べをしましたが、御堂太郎は簡単に投げ飛ばされてしまいました。今度はオラが相手だ。力太郎が石っ子太郎を持ち上げると、ぐるぐる振り回して空に向かって投げました。石っ子太郎が雲の上まで飛んでいきました。そしてくるくる回りながら落ちてきて土の中に埋まってしまいました。オラの負けじゃ。どうかお前の家来にしてくれ。石っ子太郎は頼みました。三人が旅を続けると、一っ子一人いない寂しい村にたどり着きました。
長者様の屋敷を通りかかったとき、長者様と3人の娘たちが泣いていました。どうかしたのですかと力太郎が尋ねると、長者様が泣きながら言いました。この村では毎月1日に山から化け物が出てきて娘をさらっていくんじゃ。今日はわしの娘が連れ去られる日なのじゃ。かわいそうに思った三人太郎は化け物を退治することにしました。真夜中を過ぎた頃、化け物がやってきました。娘はどこじゃ、娘はどこじゃ。化け物め、おらが相手だ。最初に御堂太郎が突進しましたが、化け物はびくともしません。御堂太郎を簡単に捕まえて、ペロッと飲み込んでしまいました。次に、石っ子太郎が化け物の足に組みつきました。でも化け物はびくともしません。石っ子太郎を簡単に捕まえて、ペロッと飲み込んでしまいました。最後に力太郎が飛び出しました。化け物め、おらが相手だ。力太郎は大きな金棒で化け物の腹を力いっぱい殴りました。すると化け物はギャーッと悲鳴を上げて、御堂太郎と石っ子太郎を吐き出し、死んでしまいました。力太郎様、ありがとうございました。あなたは村の恩人です。どうか私の娘を嫁にして、いつまでも村にいてください。長者様に頼まれた力太郎は、娘を嫁にもらうことにしました。それから力太郎は、おじいさんとおばあさんを村に呼んで、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。おしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。